小泉さんよろしくこちらこそよろしくお願いします。冬だともう多分20年以上、山崎の蒸留所に伺いさせていただいてから、かなり年数が経つんですけど、割と仕事の場で会うことが多くて、きちっとした仕事をせないかなと思いがあっていろいろ聞きたいことはあるんですけど、なかなか聞けないことが多かったりしてるんですけど、今日はざっくばらんに、いろんなことをお伺いしたいと思います。まず小清水さんがもちろんブレンダーとして今やもう世界に冠たるお一人というか、代表する日本ね、ブレンダーなんですけども、もともと小清水さんが、サントリーという会社にブレンダーとして入られるというか、その世界に入られようと思われたのはどんなきっかけだったんですか？私がね、まずサントリーに入ったというきっかけから言うと、私山梨の甲府の生まれで、で山梨の地元の大学で出るわけですけど、そこでは地場のワインが一つの研究の対象っていうか、北欧生産学科というのがあって、でそこを出たもんで、酒の会社に入るっていうのが一番素直な就職先かな。で山梨はもちろん富農家っていう、ワイナリーがあり、それから私がサントリーに入社する1973年ですけど、この年に白州蒸留所っていう蒸留所が立ち上がるわけです。ですからサントリーって会社が非常に身近な存在で、サントリー入ろうと。で別にその時はウイスキーやろうとかね、ブレンダーなんてことは全く意識がなくて、むしろワインかなんかの道へ進めたらいいなぐらいの、そんな気持ちなんです。でワインが入られてすぐにどういう部署にそれは？最初の3年間は神奈川県の武蔵小杉っていうところに、非常に大きな洋酒のボトリング工場ありました。で当時その工場は10ライン瓶詰めラインがあると、非常に大きな工場で、でもねそのうちの半分はねウイスキーなんですよ。10ラインのうち半分はウイスキーを作られる。毎日ウイスキー作って、しかもオールドの全盛時代と、そういうところで3年間ほど仕事をすると。でその中でも私は一応中身部門というところにおりましたんで、ブレンダーからの指示のもとに原酒を混ぜて、いろんな製品に仕上げて、それを瓶詰めに渡すと、そんな仕事をしてました。最初から入られた仕事は、もうワインではなくて、そうなんです。そっちでした。そこでその時はブレンダーがおられて、その指示で集めて、いわゆる製造の現場におられて、そこでこれが面白いなと思われたことはあったんですか？いろんな経験をさせてもらいましたけど、酒造りっていうのはやっぱりテイスティングっていうか、官能検査っていうのがもう全ての仕事の基本でもって、それはブレンダーでなくたっていろんなものづくりの現場で自分の仕事をした後の結果っていうのはテイスティングでもって評価すると、間違いない仕事ができてるというようなことですから、そういう面じゃ最初からテイスティングっていうか、官能検査っていうのは、仕事とは切り離せないっていうか身近なものであったことは間違いないですね。で別に私が鼻がいいとかそんな意識はないですけど、なかなか面白いもんだっていうのと、当時実はその玉川という工場なんですけどね、私と年は大して変わらないですけど、ものすごい鼻のいい、現場の人がいてと、もういわゆる感度が人と違う、そういう人たちのその人のテイスティングなんかを横に見ながらっていうかね、いわゆる官能検査するってことに関しては非常に面白い体験をいくつかさせてもらいました。その時は、出来上がったものを、確認作業としての
テイスティングですよね。そうですね。なんかものを作るということではなくて、ちゃんとこう指示通りにできたかどうかということの確認。そうです、そうです。日々、例えば角瓶をブレンドするとか、オールドをブレンドすると。ブレンドした結果が確かに、角瓶として間違いない香り、味わいを持ってるとかいうのは、やっぱり、いわゆる瓶詰め工場の、いわゆるこう品質検査をする人間の出荷判定の、だからそれはそれで非常に大事な仕事であってね。で、そこでそういう、テイスティングの、これはしめしめとなんか面白いなと思って、次やっぱりその段階としては作る側に行きたいなっていうなんか芽生えたんですか？私自身はね、最初からどの分野へ行ってもいいけども、やっぱり現場でものづくりの場に行きたいというのがね、ずっと希望で。で、最初3年間、その玉川という洋酒の工場、瓶詰め工場に行ったんですけど、次もまた別の今度は現場を経験したいな、転勤するんだったら、と思ったらね、研究所に移動することになっちゃいます。